料理っていうのはやはりその方の作る人の経験感性にそれに作らせてもらう、お気持ち、真心みたいなものがちゃんと備わってないといいものはできないということは常々言われてて、美味しい料理っていうのは優しさと強さと両方持ってないといけない。だから食べやすいとかいい寸法であるとか、人にやっぱり親切であって、でなおかつ味付けはピシッと一本筋が取ってメリハリのあるもの、両方持ってないと美味しい料理とは言えない。島博之です。年齢61です。普段とちょっと違ったいい空間に来たなとお客様が思っていただけるように努めたいと思ってます。この身の色から考えられるぐらい味が深いんですよ。さゆりってですからやっぱり春を告げる魚ですよね。昔からさゆりの骨って割とこのぐらいになってくるとちょっと抜いといてやった方が、握りの時もそうなんですけどね、敏感な方はやっぱ感じられますね。脱水して余分な水分を取ってやって水を抜くことによって旨味を凝縮させる。さゆりでしたらもう塩を当てるだけで十分旨味が出るんで、これはもうこのままで止めてあります。それもその時によって魚の具合を見て仕事は変えてやらないと、いつもじゃあ塩が同じ時間でっていうことはまだありえないことですね。それを判断するのがこっちの仕事です。基本塩当てでいきます。ただその時の状況で旨味が少ないなということであれば昆布締めにする時もあります。今のさゆりは十分味があるので、その味が十分出ますからね。赤貝、香りがいいですよ。召し上がるとイカの赤貝。手間かかるんですけども、やっぱりこの時期ならではですのでね、貝がこれだけ揃うと、貝の好きな方が結構いらっしゃると思うんですけども、寿司屋へ行けば貝の種類がたくさん食べれますよね。そのやっぱり春は春のやっぱり醍醐味じゃないですか。こういう貝とか、この時期は種類が多いですよ。だいたい68度から70度で見てやります。この子だったらどのくらい何分やってやろうかっていうのはここからハマグリを見てですね、様子を見て、こう取れてから日が経ってるとか、あと場合によったらちょっと時期的に痩せてるとかこう思ってるとかによって時間を確認してるんだけども、ハマグリはねやっぱり手間はかかりますよ。だからいろんな魚をやってる中でハマグリとか小肌とかこういったものも寿司屋さん行かないと食べれないものを大事にしないといかんですよね。自分たちが習ってきたこと、昔はこうだったああだったっていうことも残してあげることも必要ですもんね。これをハマグリの飴を作ってかけてあるわけです。何回か繰り返してハマグリの味が均等に入るようにしてあるわけです。お店の味があって、じゃあそのお店のシャリがどうだからこうしようとかああしようかとか、小肌でもそうですけどね、やっぱりそこに我々の意図が入るじゃないですか。
その糸の入ったものが美味しいとおっしゃっていただけると、本当にこういった細かい作業をしても良かったと思いますよね。一番足は火を消した状態で、ここからうまみだけを出すんですね。カツオのうまみが残ってるので、その煮離しというのは、カツオと昆布に残った出汁を取るための工程でガーッと煮込んでいくんですね。それで取ったものが煮離しでございますね。いい色してますよね。今の時期のタイというのはね。タイは王様ですよ。これは諸崎港、知多半島の先端ですね。やっぱり噛むとマグロらしい味が出ますよね。蛇腹っていう場所は。これやっぱり釣りだからそうなりませんか。釣りなんですね。釣りです。やっぱ綺麗ですね。クリアだ。やっぱりマグロっていうのはね、とっても美味しいものですからね。はい、マグロの赤身で結構ですから。はい。人生最後、一貫だけ寿司を握るとしたら、島さんは何で握りますか？私は鉄火巻きですかね。はい、やっぱり美味しいマグロ、美味しいシャリ、それからやっぱり海苔、わさび、これに醤油、この5点揃っていいなというのは私鉄火巻きですね。山口さん、今回この動画を見て、行きたいなってなった場合は、予約はどうやったら取れますか？基本お電話のみでやらせていただいてますので、店の方へですね 052-753-8003 こちらをお電話いただいて、こちらの方でお受けさせていただきます。生鮮のように粒子が細かくですね、ピッと角があるようなやつはさっと瞬間的に入りますし、これによってやはりちょっと塩の使い方を変えますね。青いものって案外生臭みが強いんですけども、白いお酢の方が生臭みを消す効果は高いです。これで少ししばらく置いて水気を切ってやります。そうすると、中の芯まで塩が入ってくれるという、それをちょっと待ってやる時間は必要ですね。
ですね。これ中も天然の中もこの中にはお水とお塩と昆布。さあ行こうか。ですね。だから従来の羽釜のガバッとしたやつとかでやっちゃうと蒸らしてる時の温度が冬場だったら下がっちゃうんだけども、これは石綿が入ってるんで蒸らしの時でもそう極端に落ちにくい。って昔から穴って言いますよね。こうちょっともうふつふつふつとそれもできやすいし、でやっぱりこの釜の大きさに対してじゃあ1升炊こうか 1.5 升炊こうかによったら、これだとある程度冬場だと元の水温をちょっと上げてやるわけですよ。湯炊きって方法がありますよね。あれができるということで、やっぱり釜っていうのはそういった意味では自分の意思入れれるんでいいですよね。沸いてくるまでだいたい7分が理想なんですよ。だから今これ中からちょっと強い火ぐらいで今は少し量を少ないめにしてるんで、だいたい4分ぐらいで少し中見て、で少ししゃもじを少しだけ入れてあるんです。でそこから全開ですね。全開にするとだいたい6分から7分の間でわっと沸いてくるんで、そこから火を落としてということで、火を落として2分から2分半で、あともうホタル火にして、8分半から9分で、その後は火を切って15分ぐらいで今のところはいってしまいます。これ仕込みの時と営業の時と白衣毎回変えるんですけども、やっぱり前掛けの紐を締めた時でしょうかね。その時がもういざ出陣っていう感じがありますよね。今はこうやって仕込み用でやってる分を着替えたらその時からちょっとスイッチが入りますね。シャリがあってそこの店の味は出ますよね。ただシャリも大事なんですけども、あとそれに伴ってお客様に対して魚のコンディションをできるだけいい状態にして、でお客様がお年召されてるとか若い方とかあるじゃないですか。その中でやっぱりバランスをとってやるということですかね。お年召した方に切り付けする時はちょっと小さめにしてシャリも小ぶりにするとか、逆にお寿司をお腹いっぱい食べたい方にはもうできるだけ最大限のバランスをとってあげるっていうことは必要じゃないか。だからやっぱりどれか欠けてもいけないと思いますけどね。島さんが親方っておっしゃってるのはその文山さんそうですね。の文山さんってもう亡くなられてしまいましたけど、どんな方だったのかとか、一番教わったこと、学んだことってどんなところですか、親方から。そうですね、大変豪快な方でした。豪快でやはり繊細さと大胆さと両方を持つ方でしたね。もうむちゃくちゃ神経して
仕事に対してデリケートで細かいところまで言う方でいらっしゃったし、そういった仕事を離れればすごく豪快に「おお行くぞ!」という感じの、そういったもう一世代前の日本料理の親方っていうそういった豪快なところありましたね。常々おっしゃってたのは、料理っていうのはやはりその方の作る人の経験感性に、それに作らせてもらう、お気持ち、真心みたいなものがちゃんと備わってないといいものはできないということは常々言われてて、であと美味しい料理っていうのは優しさと強さと両方持ってないといけない。だから食べやすいとかいい寸法であるとか、人にやっぱり親切であって、でなおかつ味付けはピシッと一本筋が取ってメリハリのあるもの、両方持ってないと美味しい料理とは言えないよ。それにあと器をどうやって取り合わせてお客様に見ていただくか、その感性ということはよくおっしゃってました。はい。それはやっぱ今の山野井さん引き継がれてからも大事にされてることですか？そうですね。それはやっぱり守っていかないといけないことですし、また私たちが実際にそれを念頭に置いて目標にしなきゃいけないことではあると思います。ですから内装をちゃんとしてるんで、こういったものまでちゃんとしておかないと、ここに極端に言うとちょっと合わないもの一つかけてしまうともう浮いてしまうものがあるんです。ですから内装とあとこういうしつらえをバランスをとって、お客様が居心地がいいこういった空間にしないといけないので、そこはやっぱり気を使うところがあります。これは今年の干支なんですよ。ちょうど面の額のところに蛇が描いてますね。厄除けですのでね、それはもう年に1回。お花はもうその都度その都度花屋さんに行って、その出てるお花を見せていただいて、うちでチョイスします。ここの建物がやはり作っていただいた方が、京都の数寄屋大工さんに作っていただきました。でそれにやっぱり見合う建物と、あと我々のいわゆるしつらえをちゃんとご用意して、であとそれに伴う食器のチョイスであるとか、こちらの一番大事なのはこちらのお客様に対する気配り目配りということで、やはり普段とちょっと違ったいい空間に来たなとお客様が思っていただけるように努めたいと思っています。山野井というこの店名はどこから来てるんですか？京都にですね、山野井の井戸というところがあるということで、店主が聞いておりまして、その井戸はすごく浅い井戸らしいんですね。でも浅くても事が足りることを知りなさいということで、要するに必要以上に欲を出してあれもこれもっていうんじゃなくって、足りるを知るという言葉ありますよね。そういうことを常に頭に置いて謙虚にやりなさいということが山野井の店名の由来ですね。